どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、自分が一番最初に立ち上げた水槽のことは覚えていますでしょうか？誰しも最初は手探り状態で水槽を立ち上げると思うんですが、月日が経つにつれてその記憶も薄れていきますよね。最近はスマホで簡単に写真撮影をすることができるので思い出すことも容易ですが、意外と振り返ることってないのではないでしょうか？自分もこういった動画投稿をしていなければ振り返ることはほとんどなかったと思います。ちなみに動画投稿を始めたのが2020年の5月29日で、その年の2月にアクアリウムを開始したので、動画を投稿するまで4ヶ月間というラグがありました。この動画投稿を始めようとしたきっかけも、ちゃんとしたレイアウト水槽を立ち上げようと意気込んだ時なので、それまでの水槽は動画でお見せしたことがなかったんですよね。というわけで今回は、自分が一番最初に立ち上げた水槽から、今までほとんど動画で出たことがなかった水槽を一挙に大放出していきたいと思います。超初心者が手探りで意味わからないことやってるんで、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、画像を漁っていると、どうやら最初にアクアリウムを始めたのは2020年1月23日のようです。というわけで、アクアリウムを始めた時の最古の画像がこちら。これは確か学生の頃に使っていた溶岩砂を定称にし、スポンジフィルターを回して、チャームで購入したミナミヌアイビとオトシンクルスを導入している時だと思います。いろいろと突っ込みたくなる画像ではありますが、一番の突っ込みどころは、スチールラックにオールガラス水槽を直で乗っけてるところですね。危なすぎて見てるだけでゾクゾクします。というわけで、自分が一番最初に立ち上げた水槽がこちらの60センチ規格水槽。見るだけで恥ずかしくて火が出るレベルですが、これも振り返りということで全世界に発信していきます。これはチャームでお任せ購入した水草たちで、この時は前傾、中傾、後傾層どころか、水中用、水上用の違いすら把握していませんでした。やりたいという気持ちだけが先行して、ろくに調べもせず始める、ダメなやつの典型です。適当に置いている流木が哀愁を漂わせています。右の前傾部にはショートヘアグラス、真ん中にはグロッソスティグマ、その奥にはリシアネットに入れたリシア。リシアの後ろにはなんかよくわからん水上用。一番奥にはクリプトらしき陰性水草が見えます。仕上げに右奥にはアナカリスというカオスっぷり。結果的にアナカリスは生きましたが、スポンジフィルタープラス底面フィルターという水草水槽をやる人間がやってはいけない組み合わせのおかげで、他の水草は普通に枯れました。奥のクリプトとリシアは次に立ち上げる水槽に避難させたためセーフです。スポンジプラス底面フィルターをエアリフトで運用しつつ、ソイルではなく溶岩砂を使うって、クロートですらうまくいくはずがない組み合わせをしっかりやってるところを見ると、自分がこの時点でどれだけ将来有望かがわかります。やってはいけないことをとことんやってるとこ、自分ながら嫌いじゃないです。よくアクアリウムやめなかったなこいつ。続いて立ち上げたのはこちらの60センチロータイプ水槽。これはいずれレッドビーシュリンプを飼育しようと思って立ち上げた水槽です。相変わらず耐久性皆無のスチールラックに直接置いているんですが、こいつは自殺願望でもあるんでしょうか。真ん中には無造作に置かれた流木と溶岩石、左右には先ほどの水槽で一番奥に鎮座していたクリプトが植栽されています。ちなみに手前はグロッソスティグマなんですが、フリマで買ったらカスみたいなのが送られてきて、植栽が大変苦痛だったことを今でも覚えています。この時はジェックスのラクラクパワーフィルターを使っていたようです。そこから外部フィルターを購入し、初の CO2 添加をしています。チャームで何も考えずに買った小型ボンベセットだったんですが、今となっては後悔する買い物の一つです。この時はとりあえず水草の絨毯が作りたくてたまらなかったんです。やっぱ初心者の時って前傾層の絨毯に憧れるもんですよね。
それから2週間経過したんですが、一向にグロッソが増えないことに絶望し、右側にグロッソを移動させ、左手前にリシアを配置しています。未だになぜここまでグロッソの成長が遅かったのかわからないんですが、ライトの出力不足だったんでしょうかね。なぜか右側のクリプトのスイッチが入って綺麗になってきてます。一方、初めて立ち上げた水槽はこんな感じで、順調に水草が枯れて少なくなってきています。水槽台もようやくまともなものに変わりました。アナカリスはめっちゃ調子いいです。ショートヘアは枯れてこそいませんが、全く微動だにしません。ちなみに右側に吊るされているペットボトルは初代ブライン深木です。この頃は室温管理ではなく、水槽ごとにヒーターを使っていたので、水槽内に設置できるタイプにしていました。全体のアクアリウム環境はこんな感じで、まだまだ発展途上といったところ。水槽台の下段にもまだ水槽がありません。この時はなぜか100均のシャンプーボトルに添加剤やカルキ抜きを入れるのが自分の中で流行ってて、わざわざラベル剥がして貼ってました。ウケる。そこから一番最初に立ち上げた溶岩砂水槽では、水草が足りないことを悟り、ここから大きな改革に乗り出します。それは ADA のワビ草を大量に購入するという暴挙です。ワビ草というのは専用の栄養が入った丸められた用土に水草がぶっ刺さっている商品で、置くだけで簡単にレイアウトができちゃうという初心者喚起の代物です。この時の自分は低床がソイルじゃないなら水草が育つのに適した土台のあるワビ草を置いておけばなんとかなるんじゃないかと思っていました。こんな感じで大量にワビ草を購入しており、とりあえず水草がわさわさな水槽が作りたかったようです。30センチハイタイプ水槽に買ったワビ草を全部入れたらこんなことになりました。今見ると水上用や水中用が入り混じってカオス。60センチ水槽の方はとりあえずほとんどリセット状態にし、水草の配置を変えようとしました。これだけ全部取っ払えるんだったら、いっそのことを低床までソイルにして一からやり直せばいいのにと今見ると思いますね。まっさらにした後はワビ草と一緒に買ってきた気鉱石を使ってこんな感じにレイアウトして一応の完成を迎えました。右側がワビ草ゾーンで、左側はかろうじて生き残った水草を固めて植栽してます。この時に気鉱石で足元をぐるっと囲って花壇のようにしているんですが、これはワビ草の土台を隠すためですね。当時の自分はこれがイケてると思ってたんで、すごい大満足してた記憶があります。この頃からセンスのなさが伺えますね。ちなみにこの時買ったワビ草にスネールや卵がついていることに気づいていたにもかかわらず、そのままにしていました。ここから悲劇が始まるとも知らずに。それから2週間ほどが経過した頃に、ようやく下段の30センチキューブ水槽を立ち上げたようです。左側の水槽台の2つは30センチハイタイプ水槽で、低床はソイルにしつつ、底面直結の外掛けフィルターとスポンジフィルターで運用し、余ったワビ草や水草を適当にぶっ刺してます。石や流木はチャームで買った形状お任せのやつです。なんというか、この水槽を見せるの超恥ずかしいんですけど、今更感あるんでしっかり動画に残しておきます。でも、こういう変な水槽って人の見る分には楽しいと思うんで、皆さんにもしっかり楽しんでいただければ幸いです。ちなみに全く CO2 添加していないのでワビ草は枯れました。右側の水槽台に設置している30センチキューブ水槽はというと、これまた余り物で作った感満載の石を置いただけ状態。右側は先ほどの水槽でも使っていたチャームの風山石の残りです。申し訳程度に底面フィルターの配管を隠そうとしているのが涙ぐましいですね。左に至っては明らかに60センチ水槽の親石に使うサイズの気鉱石をど真ん中に配置してます。この大きさの石を30センチキューブ水槽にぶち込むとか狂気の沙汰。ここまでセオリー無視だと逆にセンスあるんじゃないかと思えてきますね。ちなみにこちらの2つは余ってた溶岩砂を敷いています。全部ソイルにしとけよ。
その頃60センチロータイプ水槽はこんな感じになっており、念願のレッドビーシュリンプを入れつつ、フリマで買った水草を適当に植栽しています。相変わらずクリプトの調子がいい反面、グロッソが匍匐せず縦伸びしています。この水槽に使用しているライトは、チャームのオーバルという水草育成の定番ライト、トライアングルシリーズの廉価版的立ち位置のものを使っていました。スペック的には問題ないかと思っていたんですが、ロータイプ水槽で通常よりも光源が近いにもかかわらず、グロッソが縦伸びしてたりクリプトが好調なことを考えると、やはりこのライトでは光光量が必要になる水草は育てられないんじゃないかと思います。もしかしたら水質もあるかもしれませんが。それからまた2週間が経過し、飛行石の石が置いてある水槽にはトリミングした草を適当に植えてます。完全にもったいない精神だけでやってますね。その隣の風山石の水槽はパールグラスと左奥に何かのロタラを植栽してます。当然 CO2 添加はしていないので、ロタラだけ成長せず最終的に撤去しました。それ以降の変遷は一番最初に公開した動画の自分家の水槽全部紹介で出している通りです。左側の水槽台に置いていたハイタイプ水槽は最終的に左の水槽がレッドビーシュリンプ水槽になり、その隣はレイアウトを撤去しグッピーのメス水槽となりました。飛行石を置いていた水槽もレイアウトを全部撤去しグッピーオス水槽になるという結末。レッドビーシュリンプを入れていたロータイプ水槽はオキシドールの添加によってクリプトが完全に溶けてガチ苗したのでリセット。このおかげで動画投稿を始めるきっかけとなった60センチレイアウト水槽を立ち上げることになったんですけどね。隣のワビグザ水槽は今住んでいるうちに引っ越すまではなんやかんや維持してて、水草ももさもさで楽しかったです。というわけでいかがだったでしょうか。まだ動画投稿活動を続ける前の初心者ほやほやということで、見せるのも恥ずかしい出来ではあるんですが、こういう時代もあったんだなと感じていただければ幸いです。こうやって見ると2年10ヶ月アクアリウムをしていて、多少なりとも成長したと思います。皆さんもたまには最初に立ち上げた水槽を思い出して自分の成長を感じてみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。